皆さん、こんにちは、こんばんは。グリーンバイブスマンです。グリーンバイブスマン。今日は僕の部屋の、簡単な、ルームツアーというか観葉植物のご紹介と、あとは以前リクエストがあった、観葉植物についての本、どんなもの持ってますかっていうお話があったので、それをいくつかちょっと紹介していきたいかなと思っております。それでは今日も楽しんでください。どうぞ。はい、まずは、僕がめちゃくちゃ大好きな、フィカスティネケですね。この冬入りがなんともかっこいいですよね。そして出窓側にはフィカスアレテシマがあります。これ結構貧弱な感じで、買った時からずっと貧弱なんで、春に思いっきり剪定しちゃおうかなと思うんですけど、バツッと切っちゃおうかなと思うんですけど、新芽が出てるのでそのままでもいいかなとも考えています。そしてリプサリス置いといたり、ハンギングしたりとか、あと隣にエピフィラムをハンギングしたりとかしてます。これもね、冬は完璧断水させてるくらいの勢いで水はあんまりあげていません。あとはあっちはエアプランツを飾っています。でその下にはシェフレラコンパクターがありますね。これは本当に頑丈なので初心者さんにもおすすめだと思います。あとは奥にあるのが、ザミオクルカスですね。これも全然水あげないで平気です。そして今度、こちらになるのがフィカス、ベンガレンシスですね。冬になっていくつか葉を落としたんですけど、新芽のところはそのまま残ってくれてるので、丈夫に育ってくれてるなという印象ですね。これちなみに2000円で買いました。めちゃくちゃ安い、僕の部屋のシンボルツリー的存在になってます。そしてこれがお手入れ動画でも紹介した、カラテヤマコヤナですね。この柄がなんといってもかっこいいですよね。で夜になると葉っぱが起き上がるような感じになります。これはサンスベリアですね。サンスベリアファーンとミカドでしたっけ、名前がもう覚えてないんですけど、この隣にはディフューザーとかも置いています。これがウンベラータなんですけど、これが冬の寒さで結構やられてしまっていて、こんな感じに黄色くなっちゃってて、葉も結構落としちゃってるんですけど、焦らずそのまま断水結構したりとかして春を迎えられたらいいなと思っています。あとはこれが、セロームホープっていう種類だったかな。セロームになりますね。で、これは結構ちっちゃい新芽も出してきてくれています。かなり大きいですよね。存在感あるのでちょっと置く場所を変えようかなとも考えています。あとこちらがモンステラですね。これは本当に百何十円で買ったモンステラが2年間1年半2年間経ってないかな、1年半ぐらいでこれぐらい大きくなりました。で結構耐寒性もいいし耐陰性もいいので元気に育ってくれていますが、冬はそんなに新芽は出してくれてないですね。ちょっと穴が開いちゃったりとか傷つけちゃったりしてるんですけど、あとはこれは夏にやってしまった葉焼けの部分、葉焼けってこうなるんだっていうのを知りました。こんな感じで立派な大きな葉っぱをつけてくれてます。でこちらの鉢カバーの中に、いつもモイスチャーメーターというものをセッティングしてます。これいろんなところで使うんですけど、また今度ご紹介してみようかなと思います。で、床に置いてあるのがこちらがピレアですね。ピレアカディレイだったかな、ピレアですね。剪定してちっちゃくしています。あとはこちらがゴムの木ですね。フィカスソフィアかな、インドゴムの木、なんて言ってたか覚えてないんですけど、これ一番最初の頃に買った観葉植物なので、もう僕はもうゴムの木って言ってます。
で自分でこう樹形を変えるのにこう紐でグーってやってたら、こういう風に2つ分かれて、でこっち側が結構成長してくれました。でこちらがエピフィラムグアテマレンシスですね。よくドラゴンフルーツとかいう名前で売られてたりもしますけれども、かっこいいですよね。こんな感じです。あとはこっちの棚にはこれ水耕栽培してるんですけど、3種類入れてて、グリーンネックレスと、あとはペペロミアホープと、リップサリスを入れてます。根っこがね張ってくれてるので、春になったら土に植え替えようかなと思っています。こんな感じで水耕栽培でも結構育ってくれてますね。根っこが出ていい感じですね。でこれがペペロミオイデスになりますの水耕栽培。ちょっと根腐れしそうになったのでほじくり返してみたら案の定やられてたので、思い切ってカットしたら数日でこれぐらい根っこが出てきましたので、これも春まで水耕栽培してみようと思います。でこれがそれの小株になりますね。これセラミスで育ててるのでちょっと栄養があんまり足らないのかなと思うんですけど、ちゃんと春になったら土に植え替えてあげようと思っています。あとはここら辺を紹介しようと思ったんですけど、この真ん中の段紹介するの忘れて、いきなりキングマハラジャ行って、ホワイトゴースト行って、ガジュマルで、この奥にホヤケイリー、ハートホヤが置いてあったりとか、あとこちらがミルクブッシュですね。ファイヤースティック、これかなり成長が早くてびっくりしました。どんどんでかくなるので、秋ぐらいに剪定しようかなと思ってます。これがハートホヤですね。1枚買って2、3枚目は出てきました。なのでどれぐらい自分で大きくできるか楽しみですね。はい、こんな感じで下の段に置いてあって、で隣のところにこう害虫駆除のスプレーと霧吹きと、あとはちょっとだけ入るスポイトのじょうろみたいなやつを置いています。であとまたゴムの木があって、あとこちらがホヤコンパクターですね。これはこの冬でもめちゃくちゃ成長してくれて、またどんどん葉っぱを増やしてくれている、くるくるの葉っぱを増やしてくれてるんですけど、一定の長さになったらチョキッと切って株を増やそうと思っています。でこれが、ディスキディアエメラルドですね。冬は結構断水してるので葉水だけで育ててる感じですけど、あんま冬新芽は出してない感じですね。これ以上長くなっても困るので一旦ストップっていう感じでお願いしますっていう。でこれがまた、リプサリスですね。これ最近観葉植物屋さん見に行った時に置いてあったんですけど、これぐらいで6000円とかそれぐらいしました。なので大切に育てようと思っています。あとこちらが、ポトスライムポトスっていう風に売ってたりもしますけど、かなり鮮やかな色の、ポトスになります。部屋にね置いてあるとかなりパッと明るい印象になるかなと思いますよね。あとはこの段には、まずこれがホヤオーストラリスというホヤの種類の植物になります。あとはこちらが、ハートカズラですね。これは最初本当にちょろっと出てたものだったんですけど、どんどん増やしていって、これぐらいいろんなところから垂れるようになってきたので、成長がまた楽しみです。で奥にあるのがグリーンネックレスですね。でこれが、100均で買ったサンスベリアとジグザグカクタス。あとはこれがヒメモンステラですね。これも若干この季節でも成長してくれています。もっともっとつるがでかくなったらなんか壁とかに貼らせようかなと思ってます。でこれがまたリプサリスですね。僕の大好きなリプサリスでございます。はい。
と奥にあるのがこの、サンスベリアシルバーハニーというものですね。結構レアものだったので見つけた時に即購入してしまいました。で上段にあるのが、マドカズラですね。これも若干ですけどこの冬でも成長して新芽を出してくれています。でこっちがスキンダプサスですね。シラフカズラ、これはハイドロカルチャーで育てています。こんな感じですね。で、ハイドロカルチャーじゃなくて土で育ってるのはこっちになるんですけど、なんかハイドロカルチャーの方が僕は相性がいいのか、ハイドロカルチャーの葉っぱの方が大きくなっています。でそしてその隣にはモンステラジエイドシャトルコック、ちょっと名前がややこしいんですけど、こうなんか立体的な葉っぱですよね。結構霧吹きをしています。ほこりがたまり溝にたまりやすいので、こんな感じでこれもこの冬でも成長してくれています。なんだかんだ葉っぱはちっちゃいですけど。あとはホヤクミンギエナが置いてあります。で他の段を紹介するのを忘れたのでまた今度紹介します。で今日ご紹介したいのは、リクエストにいただいていた、どんな本持ってますかというそのリクエストにお答えしようと思っています。で僕はこの4種類の本を持っていて、結構何回も読んだりしてますね。熟読しています。で一つ一つ、どんな本かちょっと紹介してみようと思うんですけど、まずこちらが暮らしの図鑑グリーン楽しむ工夫今取り入れたい観葉植物64基本知識っていう本ですね。で価格が1800円の、プラス税込みの本になります。これはどちらかというと結構おしゃれ意識が高い感じの本になります。で初心者さんにはこういう植物こういう選び方がいいですよみたいなところ書いてあったりするんですけど、結構撮ってある写真もですねおしゃれに飾ってあったりするので、観葉植物これから始める人とかにはいいかなとは思います。で図鑑って書いてあるんですけど64種類って書いてあるので、そんなに植物の種類は載ってないですけど、どんな風にディスプレイするとおしゃれになるかみたいなところが参考になるかなと思います。これですね。はい。で次はこの初めてのインドアグリーン、選び方と楽しみ方、これ多分僕一番最初に買った本かなって記憶してるんですけど、ライフスタイルに合わせて自分にぴったりのグリーンが見つかるっていう、自分の部屋にどんなものを置いたらいいかっていうのが参考になりましたね。結構これは1400円プラス税込みという消費税という感じですね。初めてのインドアグリーン、初めてのっていう感じなので本当初心者さんとか、これからやってみたいなって興味がある人にはとっておきの本かと思います。で、この本の特徴はどんな植物を置くべきなのかみたいなのを実際のなんていうんですかね、モデルさんの部屋、モデルルームじゃないですけど実際に植物を置いている人の部屋の写真で紹介してくれているので、結構イメージがつきやすいというか、こういうところにこういう風に置いたらいいんだとか、そのディスプレイの参考になったりしますよね。で、自分に合ったグリーンの選び方だったりとか、なのでどんなものを買ったらいいのかなって一番最初迷う時にはこういう風にね探してみるといいかもしれないです。どこに置きたいか考えようみたいな、部屋の明るさで置ける植物とか変わりますよとかっていうのが載っているので、これから始める方には結構ぴったりな内容になっていると思います。なのでこれから観葉植物始める方にはおすすめかと思います。で次が、緑と空間を楽しむインドアガーデン、こちらの本ですね。
でこの本の値段は1100円プラス消費税で買ったみたいです。でお手本にしたいとか、植物の選び方とか、グリーンってマンションを大変身とか、観葉植物部屋に置いたらどんな風になるんだろうみたいな、これも結構ディスプレイの写真が多くて、実際にリアルに、その人んちの観葉植物のディスプレイの仕方が載ってあったりするので参考になるかなと思います。ただ結構観葉植物めちゃくちゃ好きな人じゃないとここまで置けないだろうっていう、多分僕この範疇に入ってくるレベルなんだと思うんですけど、なので初めての方よりかはどっちかっていうともう観葉植物が好きで、どんなものを次置こうかなとか、あとはこういう図鑑になってるので次どういうものが欲しいかなとかいう風な本の使い方がいいかなと思います。あとは健やかに育てるテクニックとかのが載ってますね。はい。最後にご紹介したいのがこのハードカバーでできたプラントトライブという洋書になりますね。もともとヨーロッパの方で発売されてた本なんですけど、英語版でも販売されています。で今日本では売っていなくて、僕は Amazon で買いました。1週間ぐらいで届いたかな、 1,2 週間ぐらい忘れた頃に届いた感じです。でこのプラントトライブっていうインスタグラムのアカウントもあるし、あとこの著者さんが多分運営してるのかな、このアーバンジャングル、これですね、アーバンジャングルっていうインスタグラムのアカウントもあるので、気になった方はぜひ見てみた方がいいかと思います。で金額がUS で$35って書いてあったんですけど、僕もうちょっと高かった気がします。4000円ぐらいだったかな。で内容が本当に素晴らしい内容で、今までその日本の観葉植物の本とは違って、観葉植物とこう一緒に生きていくにはとか、観葉植物に対するなんか愛情だったりとか、例えばあとはなんていうんですかね、ペットに危険な植物はこれですよとか、あとは観葉植物が与えてくれる影響、幸せとか、そういうことが結構メインに書いてあります。これはペットに対しての毒、ペットに対しての安全な植物はこれですよとか。なので育て方っていうところにはあまり着目していなくて、どちらかというとその観葉植物とともにどういうグリーンライフをこういったモデルさんたちがですね過ごしているかみたいなところが結構書かれています。もちろん全部英語になるので、英語が読める方にはすごいおすすめかと思います。あとはプランツ&クリスタルズとか書いてあって、ちょっとスピリチュアルな感じになるんですけど、観葉植物の、土のところにクリスタルを置くと成長が良くなりますよとか、そういう風なことが書いてあったりします。なのでなんていうんですかね、観葉植物の育て方っていうよりかはもっと深い内容がたくさん書いてあります。で僕は日常会話レベルだったら英語は問題ないんですけど、観葉植物の情報を英語でも勉強したいなと思って今度洋書を買ってみました。でこの本はいつもテーブルの上に置いてあって、寝る前とかちょっと暇な時にパラッと読んで、好きな文章とかがあったりするので、そういう楽しみ方をしています。このプラントトライブは置いてあるだけでおしゃれになるかもしれないので、英語が分からなくてもいいかもしれないですね。でその他3つは僕が観葉植物育てる上で結構参考になった本なので、よかったら読んでみてください。ということで、久しぶりに観葉植物ルームツアーをさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今までにアップした動画よりもですね、若干置いてある植物アップデートされていたので、また違った楽しみ方ができていたら嬉しいです。違う植物が置いてあるで、前あった植物がなくなっているみたいなこともあったかもしれないですけど、腐らせちゃったとか枯らせちゃったとかそういうわけではなく、玄関とか別の部屋に置いてあったりします。寝室側に置いてあったりとか、一つだけちょっと
やらかしてしまったやつがあるんですけど、本当にごめんなさいって思いながら大切に育てている次第でございます。はい、あとは今日ご紹介させていただいた本ですけど、まずは自分の部屋にどんな植物が置けるのかとか、どういった植物が似合うかとか、大きさはどういうものがいいかとかっていうのを考えながら買っていった方がいいかなと。ある程度自分が植物に対して理解度が深まってきた時には、もう自分がどういうディスプレイをしていったらいいかとか、どこら辺に何を置こうっていうのってある程度決まってくると思うので、そこら辺はもうなんていうんですかね、自分の好きな自由なようにやっていってもらうとグリーンライフを楽しめるんじゃないかなと思います。ということで、本日も、ご視聴ありがとうございました。何か皆さんの役に立てればいいかなと思うので、前回ですねコメントでリクエストいただいていたので、次回は、ハンギングだったりとか、そこら辺のご紹介、あとは初級編中級編みたいな感じの紹介もしてほしいですみたいな話があったので、それもちょっとどういったのがいいかわからないですけど、ちょっと考えて撮ってみようかと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。それでは今日も見てくれてどうもありがとうございます。グリーンバイブスマンでした。バイバイ。